はい、どうもこんにちは。本日はですね、サムネイルにもある通り、こちらのタダでもらったワゴン R MH21S のこの直塗装のくすんだボンネット、これをですね、綺麗にしてみたいと思います。どんな内容で綺麗にするかと言いますと、塗り替えるのではなくて、この塗装面を耐水ペーパーで研磨して、それで磨くと。そうすることによって光沢が出るのではないかということを思いまして、今回それをチャレンジしてみようと思います。ただし、直塗装なので、かなり塗装膜が薄いと予測されますので、慎重にやっていかないと、あっという間にクリアを剥いでしまって、ベースの方に行ってしまったり、最悪サフェーサーとかそこら辺の方まで行ってしまう可能性もありますので、慎重にね、耐水ペーパーで削りながら様子を見て光沢を出していければと思います。それと同時にですね、このワゴン R、とにかく汚いんです。なので、四隅の部分とか、ドアモール周辺とか、フロントバンパーとリアバンパーを外したりなどして、見ないようなところも洗浄して、そして車体4輪をですね、リジットラックでジャッキアップで上げて、それでタイヤを外した状態でタイヤハウスの洗浄とか、あとは届く範囲で下回りのね、洗浄なんかもやりたいと思いますので、ぜひあなたの車も汚れてる部分もあるかと思いますので、どんな感じでね、油が洗浄してるのかというのをご覧いただければと思います。ということで、参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。はい。それではどんな感じなのかと言いますと、まずはですね、このボンネットですね。カメラだとね、補正が入って、ある程度、ここの太陽の光なんかがね、反射してるように見えるんですけども、実はこれ結構くすんでます。こうやって映しても、マーブラの顔は見えません。それぐらいね、ツヤがない状態となっております。ざらついてるっていうんですかね。そんな感じになってます。これを今日は磨いてね、テラテラにできればいいかなと思って磨いてみたいと思います。それと同様に、このタイヤハウスですね。もうタイヤはね、何度も外してるんですけれども、やはりこの樹脂の部分とか、そこら辺がね、だいぶ汚れてしまってますので、そこをできるだけ、マーブラおなじみのね、たわし洗浄でどれぐらい綺麗になるかというのをやってみたいと思います。後ろも同様ですね。後ろなんかはこうやってね、泥を巻き上げたりとかで、かなり汚い状態になってますので、これをね、果たしてどこまで綺麗にできるのかやってみたいと思います。そして次に気になるのはこの部分です。ハッチのね、周辺などもこんな感じでだいぶ汚れてしまってます。やはりね、今ご覧になってわかる通り、ホコリが溜まってると水はけが悪くなるので、それでね、錆が生じやすくなってしまいます。それなので、この汚れを事前に除去するというような感じでやっていきます。同様にこのテールランプなんかもリアバンパーなども外して、それでね、裏側っていうのもなかなか洗うってことないと思いますので、そこも綺麗にしたいと思います。そして最後はエンジンルームです。エンジンルームなんかもね、だいぶ汚い状態になってますので、これをね、綺麗にします。同様にエンジンの周辺も、この間の動画でカペットカバーのガスケット交換とか、クランクベアリングのね、シール交換とかやった時に、ここら辺とかひたすらね、ワイヤーブラシとか歯ブラシでエンジンのね、ヘッド周りをパーツクリーナーで洗浄したんですけれども、こういうところを見るとね、まだまだ油汚れがありますので、ちょっと手が届かないので、高圧洗浄機などでね、できるだけ汚れを飛ばしたいと思います。果たしてどこまで綺麗になるんでしょうか。やってみたいと思います。さあ、それではジャッキアップが終わったということで、ボンネットをね、やるんですけれども、ボンネットの方は、ホコリが乗っかってるので、軽くね、水洗いでホコリを落として、その後、耐水ペーパーで削って、そしてさらにポリッシャーで磨くと。これをやりたいと思います。はい、今ね、洗い終えて拭き上げたんですけども、こんな感じで分かりますよね。これならさすがに分かりますよね。反射がほとんどないんですね。ぼやけてる感じになってますので、触ってみると
ざらついてると。やはり屋外でやったんだと思います。異物なんかがね、ちょこちょこっとあるので、これなんかも鳴らすと同時に平らにしていきたいと思います。そして残念ながらね、うちは2500番しかないんですけども、本来だったら3000番とか、そこら辺よりも上の耐水ペーパーでやった方がいいと思います。2500でも直塗装だとさすがにちょっときついかもしれないので、そこら辺は状況を見て判断してもらえればと思います。それではこれをね、磨きたいと思います。さあ、それでは2500番で磨きます。軽くで結構です。本当にやりすぎるとおそらくあっという間に字が出ます。ハードホワイトだからね、分かりづらいんですけどもね、そこは本当によく見ながら判断しましょう。指でこうやって触ってみてね、ツルツルになってるかどうかなんかが一つの判断基準ですね。もうちょっとやります。だいぶなだらかになりましたね。こっちと比べてね、明らかに平らになった気がします。今ね、撮影用で一部分だけやってるんですけども、まずはここだけね、どれだけツヤが出るかっていうのを試してみたいと思います。そしたら一度タオルで拭って、もちろんこの状態だったら磨いてないところよりも傷だらけにしてるので、ツヤがないのは当然です。こっからね、磨いて果たしてどこまで綺麗になるのかをやってみたいと思います。さあ、使うものはですね、こちらのダブルアクションの電動ポリッシャー。バフの方はウールバフの細めです。そして極細形状のコンパウンドと。こちらは肌調整用ですね。こちらを使いたいと思います。いざ磨いてみましょう。さあ、どうでしょう。ご覧ください。わかりますかね。この辺りがね、今、磨いた跡となってます。わかりますかね。建物が反射して見えるようになったんですよ。これが、バックしてって、磨いてない部分になっていくと、ほら、見えなくなっちゃうんですね。それがまた磨いた方に戻っていくと、こうやって建物が認識できる。これぐらいまで反射具合が違うとなっております。違うんですよ。こんだけね、毎度のことながらカメラだとね、伝わりづらいんですけれども、これだけ変わります。まだちょっと平らにできてない部分とかがありますので、そこら辺なんかもある程度磨き直して、そしてですね、この全体のボンネットを1枚やりたいと思います。こっちとこっちの光の反射具合がね、違うのがわかると思います。これをね、これからやっていきたいと思います。さあ、いかがでしょうか。これでね、だいぶ綺麗になりました。ただですね、ここら辺なんかはね、すごく綺麗なんですけども、こういうちょっと異物があるものとか、ここの部分とか、ほぼ平らなんですけども、本当だったら、自分でね、塗装したものとかだったら、クリアの層の厚さが分かったりするんですけども、人様が塗ったやつなんで、正直、クリア塗装がどれぐらいの厚さかっていうのが分からないんで、ちょっと怖かったので、無理に追いませんでした。マーブラ大体いつもね、これ無理に折って、それで下地まで出ちゃって塗り直しっていう機会が非常に多いので、それなので今回はほどほどにしときました。それで削ったんですけども、全然綺麗です。缶スプレーだとは思うんですけども、缶スプレーで塗ったものでもね、最終的に塗装膜を平らにして磨けばね、こんだけ綺麗になります。他の部分とね、全く違和感なく、むしろボンネットの方が綺麗な状態になってます。この携帯のね、映ってる画面を見てもらえばとは思うんですけど、ほら、こんだけ違います。これぐらいね、光沢感が異なってきますので、もちろんね、今これ2500万で磨いたからっていうのはありますけども、もともとはまさにこんな感じでした。それを磨けば、ここら辺までね、蘇りますんで、これをですね、ボンネット1枚丸々やりたいと思います。これずっと見てると皆さん飽きると思うんで、今でもね、多分飽きてると思うんで、それなので、ここの部分だけではないので、スキップしたいと思います。それでね、最終的に仕上がった状態っていうのを見ていただければと思います。それでは次の部分までスキップしましょう。さあ、続いてエンジンルームをやりたいと思います。エンジンルームに関しては、最初ね、高圧洗浄機でホコリやゴミや少なからずの油感とか、そこら辺なんかを取り除いてね、そこからブラシで
ごちょごちょ洗っていきたいと思います。さあ、これでね、高圧洗浄機やりたいと思います。グリルとね、バンパーも外したいと思います。さあ、これでね、バンパーで隠れた部分なんかも高圧洗浄機で洗っていきたいと思います。ちなみにこのエアコンのコンデンサーなんかを高圧洗浄機でやる場合なんかは、あんまり近くとか斜めからやらないようにしてください。このフィンがね、アルミなので簡単に曲がってしまいますので、当てるならちょっと距離を置いて、それでまっすぐ当てるようにしてください。これはラジエーターではありません。エアコンのコンデンサーです。ラジエーターはこれのもう一個後ろのここです。これでね、クランクシールやヘッドガスケットなどから漏れてきたね、オイルの汚れというのもかなり改善されました。パーツクリーナーでね、ある程度油分飛ばしてたっていうのもあるんですけれども、届かなかった部分に関してはもう高圧洗浄機入れ込むしかないというような状況なので、それでね、ある程度の汚れを飛ばしました。なのでこれで限度はありますが、綺麗なね、エンジンルームになっていくと思います。もうちょっと洗浄したところまでスキップしたいと思います。一応ブラシなどで洗いました。一応洗剤は中性洗剤でね、油がついてる部分などはそれで飛ばしたような感じになってます。まだね、今現状濡れてるんでエアで拭いたりとかしてね、乾かしたいと思います。これでね、綺麗にしたことによって見栄えがね、良くなるだけではなくて、こういうところなんかだったら詰まってるホコリなんかをね、取り除いてあげることによってエアコンの効きが良くなるとか、ラジエーターの冷えが良くなるとか、気圧の程度なんですけどね、やはり綺麗に越したことはないので、今回洗浄しました。それと同時に、今回のメインどころは、やはりこのエンジンからのオイル漏れ、これが著しかったので、かなり油を取りました。でほぼね、ないと言っても過言ではないぐらい、油分を取り除きました。それなので、漏れてるね、カペットカバーとか、ランスベアリングシールのところとか交換したので、しばらくはね、エンジンオイル漏れるってことはないと思うんですけれども、万が一漏れた時なんかに早期にね、発見できるようにエンジン周りの油なんかもね、ほぼ除去しましたので、何かあった際にはすぐに分かるという限りでございます。それではですね、今度はバンパーなどを戻して次のステージに行きたいと思います。さあ、続いてですね、タイヤハウス、こちらをですね、洗浄したいと思います。主にたわしでゴシゴシやると白くなってしまった樹脂の部分なんかはある程度黒く復活しますので、そちらでね、ゴシゴシやりながら洗浄していきたいと思います。さあ、それではね、まずは高圧洗浄機で泥を飛ばしたいと思います。そしたらこ
今度はこういう黒い部分の金属の部分でね、たわしでこするとね、だいぶ綺麗になりますので、このサスペンションはね、交換したばっかなんで、綺麗なんですけども、他のこっちの下のアームとか、いろいろこちょこちょやってね、綺麗にしていきたいと思います。はい、ということで、こんな感じでね、終わりました。どうでしょう。まだ水がついてるからっていうのもあるんですけど、肉眼で見てもかなり汚れ落ちたかなと思います。残念ながらね、ここの部分だけフェンダーライナーがついてないんですけれども、通せるところは通しました。同時にですね、タイヤハウスだからね、すぐに汚れちゃうよって思うんですけども、やはりたまにね、綺麗にすることによって、時間をある程度維持できるというのもありますので、こんな感じで綺麗にしたいと思います。後ろなんですけども、こんな感じで非常に汚れてます。洗うところに関しましては、もう見飽きたと思いますので、スキップしますが、元のこの汚れ具合、ほら、もう積もってます。層になってしまってるので、これをですね、ひたすら洗い落として、ここら辺なんかも、ちょっとね、ブラシでこすって綺麗にしていこうかなと思います。あと、ここはね、後日、撮影ではやりませんが、カビ還元塗料でね、ここのブレーキローターのところも黒く塗りたいと思います。それでは、この汚れた具合を綺麗にしてみましょう。はい、ということで、後ろ回り洗浄してみました。いかがでしょう。もりもりになってた土もなくなりました。ある程度の面識層の汚れなのかなっていう感じですね。もうほとんどやっぱりこの方のワゴン R はここら辺は汚れてたりとかね、シミとかありますので、これはもうしょうがないかなと思います。それでもまだまだ走れるんで大丈夫なんですけど、それでアームルームなんかもね、だいぶ白くくすんでたものがたわしでね、取れましたので、これでよしとします。あと2箇所頑張りたいと思います。これまでスキップ。さあ、それではいよいよラストね、リアバンパー周りをやりたいと思います。後ろはね、テールランプとバンパーを外して、軽く水洗いをすると。中に溜まったホコリを落とすのがメインなので、軽くね、やりたいと思います。だいぶ疲れました。取れました。これでね、水洗いで、ここら辺一帯をきれいにしたいと思います。だいぶ綺麗になりました。ここはね、隠れちゃうんで、そんなに重点的にやらなくてもいいんですけども、やっぱりね、バンパーの脱着するときなんかは、綺麗な方が外しやすかったりとかしますので、一通り綺麗にしました。これでね、あとは、ここら辺なんかも綺麗にしていければと思います。はい、ということで、一気にスキップしてしまったんですけども、なんとか日が暮れる前に作業の方を終えました。一応ですね、ボンネットの方もかなりの光沢が出まして、よく見れば、塗ってんなというのはわかるんですけども、一応パッと見じゃまず気づかないような仕上がりでね、マーブラの大好きなテラテラの状態に復活させることができたかなと思います。そしてですね、エンジンルームもかなり油まみれのエンジンだったんですけども、最初の方からね、見てる視聴者さんだったらご存知だと思いますけども、かなりの油まみれだったんですけども、逆にかなり綺麗になった方だと思います。それでね、今後オイル漏れした時なんかに早期に発見できるようにしといたので、何よりかなと思います。同時にね、タイヤハウス周りとか、フロントバンパー、リアバンパー、テールランプね、外したあたりのところとかね、やはり普段掃除することなんてまずないので、見えないところなんですけども、部品を脱着するときなんかね、ホコリで固着しちゃって取れづらいとか、そういうのが出てきますので、そのためにね、ホコリなんかっていうのを、水洗いなんですけれども、落としてきました。いずれね、この車持ってる限り、次のね、マーブラのメインカーというのが持てないので、やはりマーブラってなると黒の車っていうのがメインなので、黒の車を買うためには、こちらね、早く修繕して
もうほぼまともに走れるんですけどね。あとは外観とかそこら辺だけなんですけども、もうエンジンとかそこら辺に関してはバッチリな状態に仕上がりました。この車を売ろうかなと思います。正直、走行費多分40万ぐらいいっちゃう予定です。また大赤字なんですけども、正直ね、もう19万キロいってる車両なので、日本人ってね、走行距離すごく気にする方が多いので、車両の価値に関してはまだまだ全然元気で、同じエンジンのラパンなんかも20万キロ超えとかざらにゴロゴロ走ってますので、まだまだ正直走ります。実際走ってみてもかなりね、元気なので、まだまだ20万キロは余裕で超えると思います。それなので、元気なんですけども、やはり日本人というのは走行距離が大好きなもので、あんまりね、メーターがかさんでるとトラブルが多いと、車両だと思われがちなので、2、30万円ぐらいで売れればいいかなと思っております。今ね、修繕の段階ですけども、欲しい視聴者さんいらっしゃいましたら、事前にコメントの方いただければと思います。もう大詰めに、ね、なってきましたので、まもなく作業の方が完了するというような状況になっております。ということで、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。この動画がいいねと思ったら高評価や、他の動画が気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。君と一緒に